その日、彼女は何も語りませんでした。名前も、罪も、弁明も。ただ、風に揺れた白布の中に小さな紙片が忍ばされていたといいます。王妃、マリー・アントワネット。歴史は彼女を贅沢と傲慢の象徴として断罪しました。けれどその陰に母であろうとしたことさえ許されなかった。一つの祈りが隠れていたとしたら、子を守るために筆を折り、声を殺し、最後に残したのはたった一つの礼節。それはどこへ向けられたものだったのでしょうか。その紙片に誰が気づいたのか、気づいた者がいたのか、それともいないまま今日を迎えたのか。歴史の片隅に灯る小さな祈りを見届け、チャンネル登録と高評価をお願いします。次の物語への光になります。第1章、見送る者の手。春の空気はまだ硬かった。ウィーンの石畳を渡る風が少女の方を斜めにかすめていく。12歳になったその日、マリア・アントーニアは城の書斎に呼ばれた。次女の手から渡されたのは一通の手紙。厚手の紙に押された金の風浪、見慣れた印象。それは母からの指示だった。フランス王太子との結婚が決まった。国の名誉のため、あなたの心は問いません。それだけが全てだった。おめでとうという言葉はどこにもなかった。彼女の反応を求める者もそこにはいなかった。準備は翌朝から始まる。髪を切り、言葉を変え、食器の持ち方すら強制された。王妃としてふさわしい振る舞いが口癖のように繰り返される中、誰一人彼女に怖くはないかとは尋ねなかった。一月後、出発の日が来る。母の姿はなかった。代わりに貴族の男が一人馬車の前で彼女を待っていた。肩に手を置き、誇りに思いますとだけ言う。それは儀礼だった。形式をなぞった言葉は返事を必要としない。乗り込む直前、アントーニアは一度だけ城を振り返った。遠く、石窓の向こうに母の影が立っている。手も振らず、表情も読めないその姿は彫像のように動かない。それを見た彼女の胸に何かが静かに沈んでいく。馬車が揺れる。走り出したその日から少女は誰の娘でもなくなった。国境の川を越える手前で全てを脱ぐように言われる。オーストリアの衣服、持ち物、言語。フランスに入る前に過去の自分を剥がし落とすように。そこに抗議の言葉を投げる者はいなかった。代わりに金糸の箱が差し出される。中には装飾のない一本の鍵が収められていた。あなたが開く未来ですと言われたとき、彼女はただうなずいた。口を開かなかったのは否定でも同意でもなく、それ以外の選択肢がどこにもなかったから。その夜、宿の部屋に置かれた鏡の前に座る。懐から母の手紙を取り出すと、ろうそくの火にかざした。文面をもう一度読み返すことはしなかった。ただ、手を離す。紙はふわりと火に吸い込まれ、やがて小さく崩れた。目をそらさず、その炎の最後まで見届ける。その顔に涙はなかった。けれど、彼女の中で声が消えた瞬間だった。第2章、笑わねばならぬ部屋。宮殿の舞踏会は、絢爛という言葉を超えていた。扉を開けると、怒りと幸の波が押し寄せる。フランス中の貴族たちが一斉に視線を向け、王妃の姿を目でなぞった。マリー・アントワネット。白いドレスに金の刺繍、仮面のように整えられた美少。まるで月の女神だと誰かが言う。称賛が続き、拍手が鳴った。だが、その一言も彼女の心には届いていなかった。笑顔は責務。王妃の表情には王政の威信が宿る。誰にも教えられなかったが、誰もがそれを求めた。笑えば国が安定し、黙れば不安が広がる。その構造の中で、彼女は常に完璧な顔を保ち続けた。舞踏の輪に加わる。軽やかなステップ、滑らかな所作。視線を交わす者は誰もいなかった。人々は彼女を見ていたが、目を合わせた者はいない。
見ていたのは王妃という役割だった。場から外れるタイミングを見計らい、彼女は静かに広間を後にする。誰も追わない。誰も必要としない。絹ずれの音だけが石の回廊に残された。寝室の扉を閉める。靴を脱ぎ、扇を置き、鏡の前に座る。その鏡は舞踏会の光を映していなかった。映っていたのは化粧の奥でわずかに揺れる瞳。誰にも見せなかった顔がそこにあった。誰の目にも触れないからこそ鏡は正直だった。机の端に古い紙束が積まれていた。練習用のフランス語。宛先は書かれていないが、内容はすべて母国オーストリアへの手紙。封をされることもなく、投函もされなかった。王妃となった日から故郷に戻るという言葉は禁止されていた。扇を取ろうとした指が震える。手の力が抜け、紙片が一枚床に滑り落ちる。彼女は拾おうとしない。ただ視線を落とし、静かに目を伏せた。鏡の中の自分と目が合わないように。その夜、彼女は鏡を見なかった。顔を背けたまま、明かりを落とし、ベッドへと身を沈める。第3章。この名を呼べぬ夜。夜、王太子の部屋には静かな明かりが灯っていた。ベルサイユのどの間よりも質素な作り。白いベッド、小さな机、控えめなカーテン。それは王子の部屋であって、子供の部屋ではなかった。マリー・アントワネットは、扉の前で立ち止まる。中では、ルイ・シャルルが眠っている。規則では、この時間に王妃が、私的に訪れることは許されていない。けれど、誰も見ていない今だけが、彼女が母になれる、唯一の時間だった。静かに扉を押す。きしむ音が、心臓に響く。それでも一歩ずつ、彼の枕元へと近づいていく。眠る顔を覗き込む。小さな息遣いが部屋の空気に触れて揺れていた。その髪に触れたくて手を伸ばす。けれど途中で止まる。触れてはいけないという誰かの声が背後で響いた気がした。彼は王太子。国家の所有物。あなたの子ではないと何度も言われてきた。母として抱くことも膝に乗せることも、人前では過剰な情として咎められる。だから彼女は名前で呼ぶことをやめた。心の中では何度も呼んでいる。けれど声にはしない。言葉にすれば誰かがそれを奪っていく気がしていた。その代わりに手縫いのハンカチをそっと置く。甲をうっすら染み込ませた布。夜寂しくなったら握ってね、そう言いたかった。でもそれも言えない。目を閉じたままの息子の手のそばに、その布を滑らせる。彼が夢の中で気づいてくれたら、それでよかった。視線を落としたまま、椅子に座る。少しの間、呼吸を整える。泣いてしまわないように。この沈黙を守りたかった。火を消す前に、もう一度だけ顔を覗く。その寝顔が、彼女にとっての祈りだった。触れることも、名前を呼ぶことも許されなくても。ただ、この一瞬だけは、確かに母だった。息を吸い、そっとろうそくを吹き消す。闇の中に、温かな香だけが残された。第4章、書けなかった手紙。革命の気配は、足音のように近づいていた。宮廷の廊下には、以前と同じ絨毯が敷かれている。けれどその上を歩く誰もが声を潜め、視線を交わさなかった。笑いも祝宴も消えていた。マリー・アントワネットは書斎の机に座っていた。ペンを持つ手が止まったまま、紙の上に影だけが落ちている。手紙を書こうとしていた。宛先は母国オーストリアの兄、ヨーゼフ2世。けれど、その名前を書くことすら指が拒んでいた。言いたいことはいくつもあった。恐怖、不安、悔しさ、そして怒り。だが、それらを言葉にした瞬間、自分の中の何かが崩れてしまいそうで、書けなかった。彼女は王妃として言葉を持たねばならなかった。だが一人の人間として、その言葉がどこにも届かないことを知っていた。
書いても誰かに読まれ、奪われ、歪められる。その未来があまりにも明確に見えてしまった。紙の端にわずかな文字が残る。私はで始まるその行を書きかけたまま、ペン先が止まった。インクが乾き、文が未完成のまま固まっていく。その静けさに、ろうそくの火が揺れた。扉の外では、革命派の足音が近づいていた。だがこの部屋だけは、時が止まっているようだった。彼女は手紙に封をする。中身は白紙。けれど、封漏だけは丁寧に押した。この沈黙こそが、私の最後の言葉。そう自分に言い聞かせるように、封を閉じる音が響いた。その音は、誰の耳にも届かなかった。けれど彼女にとって、それは、自分自身との最後の契約だった。手紙は出されることなく、引き出しの奥へしまわれた。いつか誰かが見つけるかもしれない。だが、その日が来なくても構わなかった。声を失うことでしか守れないものがあった。沈黙を選んだ彼女の手は、かすかに震えていた。第5章、見つめ返す牢の中で、1793年10月14日、革命裁判所の大法廷。マリー・アントワネットは、黒の喪服姿で法廷に現れた。その姿は、かつての華やかな王妃の面影をとどめていなかった。白髪混じりの髪、やつれた頬、深い熊のある目。それでも彼女の背筋は伸び、威厳を失っていなかった。裁判は、最初から彼女に不利なものであった。起訴状は8ページに及び、証言の多くは根拠のない抽象や偽証に満ちていた。中でも、レベールによる8歳の息子との近親相関の告発は、母としての彼女の尊厳を踏みにじるものであった。その告発に対し、彼女は沈黙を守った。陪審員の一人が、被告がまだ何も述べていないことを指摘すると、彼女は大きな声で言い知れぬ軽蔑を込めて答えた。私が答えなかったのは、母である身に向けられた、そのような誹謗に対して、何か応じるというのを自然と心が拒むからであります。ここにおいでの母であるすべての方々に、私は伺ってみたいと思います。その言葉に、傍聴席の女性たちは息を飲んだ。魚売り、編み物女、労働者たち。彼女たちは、王妃の言葉に、自らの尊厳を重ねた。その瞬間、彼女は王妃ではなく、一人の母として、彼女たちの心に深く刻まれた。裁判は15時間に及び、彼女は出血症に苦しみながらも、わずか一杯のスープを口にしただけで、立ち続け、問いに答え続けた。その姿は、傍聴席の人々にとって、沈黙の中の強さを示すものであった。判決は、死刑。その瞬間、彼女は微笑みすら浮かべたという。それは、すべてを受け入れたものの微笑みだった。第6章、担当台の階段。1793年10月16日の朝、コンシェルジュリー牢獄の扉が開いた。マリー・アントワネットは、薄手の白いドレスを身につけ、切り落とされた髪をそのままに、静かに立っていた。かつて王妃と呼ばれた姿は、そこにはなかった。だがその背には、何者にも奪われる、気高さがあった。処刑にあたっては、王族の特別な礼遇は一切なく、囚人と同じ馬車で広場へと運ばれる。市民の面前でさらされることが革命の正義とされたからである。馬車の荷台はむき出しで、沿道には馬声と怒号が渦巻いていた。狼女、陰婦、民の敵。だが彼女は一言も返さず、ただ前方を見据えていた。その視線の先にあったのは、広場の中央に設置された断頭台。黒く塗られた木材の枠と、光を弾く刃が、どこまでも冷たく立ち尽くしていた。ギロチンのそばに立つ死刑執行人が命じるまま、彼女は自ら木の階段へと足を運ぶ。片手でスカートの裾を持ち上げながら、一段、また一段と登っていく。その動作は、舞踏会の階段を歩くときと同じ所作だった。たとえ終点が処刑台であっても、最後の所作だけは崩さずに歩もうとする気高さがあった。
その途中、誤って死刑執行人の足を踏んでしまった。彼女は小さく頭を下げて、こう告げた。わざとではありません。それが、彼女の最後の言葉として記録された。刃の下に身を伏せるよう促されたとき、彼女は一度だけ視線を空に向けた。曇り空の向こうに、誰にも届かぬ何かを見ようとしていたのかもしれない。歯が落ちる。音がした。だが、観衆の一部はその直後に沈黙した。わめき声は途切れ、風が衣の端を鳴らしていた。誰かが、そっと帽子を胸元に当てていた。それが、マリー・アントワネットという存在が、最後に人々に残した静かな問いだった。第7章、受け継がれなかった祈り。彼女の死から間もなく、パリには新しい時代が訪れた。ギロチンは撤去され、広場には穏やかな市場の喧騒が戻ってきた。人々は前を向き、次の生活に足を進めていく。だがその地面の奥深くには、かつて王妃と呼ばれた女の体が眠っていた。墓標はなかった。墓地の片隅に、名前も記録も残らない形で埋葬された。その事実を知る者も、やがて一人、また一人と消えていった。夫ルイ16世の墓と再び並ぶことになるのは、彼女の死から22年後、ナポレオンの失脚と王政復古によってである。それは王妃の名誉回復という政治的儀式だったが、マリー・アントワネット本人が望んだ祈りの再生ではなかった。王子ルイ・シャルルは、彼女の死の2年後に獄死した。王女マリー・テレーズだけが、かろうじて国外追放として生き延びたが、母が書いた手紙も、与えた布も、一つも手元には残らなかった。すべては、失われた。言葉も、所作も、記憶も、国家によって剥がされていった。祈りは、誰にも受け継がれなかった。けれど、ある修道院の回廊に、今も小さな香の香りが残っている。貴婦人が亡命前に寄進したという薄紅のハンカチ。名前は書かれていない。ただ、それを手に取った者は、なぜか涙を落とすという。誰がそれを残したか。誰に渡したかったのか。なぜ香が染みていたのか。その問いに答える記録は、どこにもない。だが、受け継がれなかったはずの祈りは、形を変え、どこかに息づいている。語られなかった者の人生が、誰かの中で名もなき祈りとして静かに残る。それが、マリー・アントワネットという人間の最後の波紋だった。今回の動画は以上となります。誰かに理解されることも、弁明されることもなく、祈りだけが封をされたまま時の底に沈んでいきました。マリー・アントワネットは、華やかさの記号ではなく、声を奪われたまま死んでいった一人の母でした。その沈黙の中に、どれだけの言葉があったのか。断罪された生き方の奥に、どれだけの孤独があったのか。今私たちにできるのは、その問いに、静かに立ち止まることだけかもしれません。彼女の見送る手も、触れられなかった手も、何一つ後世に届くことはなかった。けれど、誰かがその人生に心を重ねたとき、そこにこそ、名もなき祈りの継承が生まれるのでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ご意見や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。